賤ヶ岳のふもと、北国街道と北国脇王冠が交差する木の本。昔々、街道の中央には小川が流れ、両脇には柳の木が植えられていたことから、柳の本とも言われる木の本宿は、大きなお地蔵さんをいただく地蔵村の門前町として栄え、その最盛期には造り酒屋が20軒もあったと言われています。北へ向かって伸びる街道沿いに佇む酒蔵、創業1532年天文元年、山地酒造です。こちらは日本で5番目に古い蔵と言われていて、現在のご当主は13代目。今日は13代目ご当主の奥様、山地優子さんにお話を伺いに来ました。こんにちは。こんにちは。優子さん、お久しぶりです。どうもお久しぶりです。ようこそお越しいただきましてありがとうございます。山地酒造13代目ご当主の奥様で山地優子さん、滋賀のゆうこりんです。山地酒造の女将山地優子と申します。よろしくお願いいたします。今日もお世話かけます。いえいえ、どうぞよくお越しいただきましてありがとうございます。もうなんか、久しぶりに来たんで、私この町大好きで。そうですか、ありがとうございます。ワクワクしながら来たんですけど、その理由の一つとしてね、で今まで優子さんがここにお嫁に来られた、そこからのいきさつ、お酒造りに携わるとかっていうところを聞いたことなかったなと思って、そうなんです。そこをもうたっぷり乙女トークで伺おうと思って、ちょっとひねった乙女ですけどよろしくお願いいたします。いえいえ、もうそれがひねったところは私もお互い様でございます。よろしくお願いいたします。ぜひお願いします。で、このチャンネルの恒例、エア仕事、それもお願いしたいと思います。恒例なんです。エア仕事もお願いしたい。仕事、わかりました。でも久しぶりに来たんで、ちょっとだけ蔵の中とか拝見していいですか？はい、どうぞ。はい、お貸しください。どうぞ。ついていきます。ここでお酒作ってます。はい、どうぞどうぞ。ここが船場です。ちょっと今奈良漬けの漬物がたくさん並んでますけど、ここが窓かわいい室になります。麹室。もうこの頃私全部ろ過もするんですよ。これろ過もしてタンク洗いもしてお酒の移動もして。一人でしはるんですか？息子に手伝ってもらってね。で、バイトさんも来ててくれるし、そうなんです。なんか一人で瓶洗いしてるイメージがめっちゃあるんですよ。瓶場に来ました。ということで優子さん、も
おいでたちもはいこのような、ちょっと今日はお乳のエプロン。お肉のエプロンで臨んでいただけるんですね。はいありがとうございます。それではお乳のエプロンでエア瓶洗いなどお願いしたいと思います。ではこんな感じで瓶をね、今日はエアーなので水は出てませんけど、スマートやっぱシャーッとねかかりますね。でこういう感じでここにこれ4号瓶とか1升瓶も洗います。もう小さい瓶もここへ刺していくんですけど、瓶の形状によってね、この瓶は大丈夫なんですけど、同じ720の瓶でもここがそこがちょっと長かったりすると、中でカツンとこう当たって瓶が割れたりで、これが止まってしまったりするので、そういう時はこういうようなホースをね、ここに口にクッとつけて、なるほどちょっと浮かして入れたりとか、ちょっと小技があるんです。同じ瓶あれでもすごい、アイデアすごい。そうですね。ちっちゃいこういうのとかも全部洗えるんですけど、やっぱりちょっと底が出ないように気をつけないと、ちょっとこういうのね、たかが瓶洗いされど瓶洗い。でも知恵ですよね。そうですね。そうやってサラ瓶なんかね、洗う時はこれぐらいちょっともうちょっと早くてもいいかなって感じするんですけど、一升瓶とかのねラベルのついたのを洗う時は大手の落ちにくくて、そうなんですか。もう1回回しただけで取れないので、2、3回こうぐる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 回ってってこういうのでこすったり、さらに手でそうですね、しないと、サラ瓶は楽ですけどね、こういうふうにざっと一周して中でボイラーでお湯を沸かして、で中で70、80度ぐらいの、100度近いお湯でこう洗うんですけど、で大体ラベルなんかは取れてこっちで回ってきます。で地酒なんかはね、皆さん水のり使っておられるので、割とペラッときれいに剥がれるんです。でこの機械もだいぶ古いので、私嫁に来た時からもうこの機械なんでね。そうなんですね。結構腐食して中にもう老朽化、あっちもこっちも老朽化でここのところに穴が開いてね、もうプシューってこう水が、もうちょっと直してもらったんでね、去年の冬にマシなんですけど、それまでもうびっちょびしょなんですよ。で夏はいいんですけどね、夏はもうちょっと暑いから水出ばってするんですけど、冬はやっぱりね、ここも外なので、ここに雪がこう舞い込むようなところでしてるのでね、やっぱ濡れると寒いんでね。寒いっていうか、もうなんか寒いってそんな言葉で済まされないですね。な感じで、ここに全部こう刺していって、であとずっとこう洗って、でここへできたのをこう入れていくという感じの作業ですね。でもう一人ね、瓶洗いしてる時は2人いつもいて、瓶運ぶものと瓶を供給するもの、これ入れるものとね、2人いるんです。でここ息子がいつもね、これをいっぱいになったでちょっとこれ運んで、でそこでまたうち段があるので、またそれを階段をこう持ってね、降りたりしなきゃいけないので、結構重労働です。そんな感じですかね。はい、ありがとうございます。皆さん瓶を洗うだけでも大変なんです。ということで今日は滋賀のゆうこりんがニューエプロンで臨んでくれました。エア瓶洗いでした。お粗末様でした。はい、ゆうこさん、はい、ニューエプロンをつけてのエア瓶洗い、ありがとうございました。でございました。いつでも見に来てください。もっとこうね、本当にしぶきが飛んでる。しぶきが飛んで、本ちゃんはね、違いますもんね。そうですね。もう、ゆうこさんご自身は、お嫁に来られて、どこからお嫁に来られたんですか？私はね、旧長浜市から木の本にお見合いやったんですけど、お見合い主人として。で6月にお見合いをして、でも11月にここへ来たので、わずか5ヶ月。そうなんです。だからね、木の本っていうとこそれまで行ったことがなくて、近いのにね、やっぱ北向いてはなかなか行かないので、やっぱり若い頃はもう同じ車で30分なら彦根の方とかね、で京都とか大阪とかで買い物行ったりとかしてたので、もうこちらは全然知らなかったですね。でお見合いして、
車で30分ぐらいやし、ほんま遠いことはないなぐらいの感覚で来たんですけど、まあそら OL してたんでね、病院の秘書してたんです。先生らにお茶出したりでコーヒー出したり当直のあれ決めたりとか、そんなしてたので、もう全然畑違いのとこ読みに行ったので、最初はお酒屋さん行くんやっていうのもで、何のお酒作ってはるかも何も知らんかったし、で病院の先生とかがね「七本槍行くんか」とか「七本槍か」って言われました、同じ街道沿いのね、そう一緒答えやから、ほんで「さあ知りません」とか言って行ったら違う銘柄やったし「あ違うんや」とか思って、そこの部分も聞かずにですか？もう3回会っただけでもう決め酒みたいな感じだったんですよ。何時代やって感じですよね、今から思ったら。私24の時に23でお見合いして24になってから来たんですけど、いやしかし本当にそれがこの30年弱ぐらい前ですよ。30年もうちょっとぐらい前ですよね。いや何時代ですかって私も思いました。思いますね。で来たら特殊でしょ、酒蔵って。でその頃はやっぱ杜氏さんもねもっとたくさん56人泊まり込みで来てましたんで、その食事を母がしてたんです。でそれも聞いてなかったんですよ、杜氏さんのことも何にも。とにかく「何したらええの?」って言ったら「お客さん来たらお酒行ったらいいよ」って、こんだけだけの知識でよう来たなと思いますけど、これやったんで来て最初はね、それこそ新婚旅行から帰ってきたのが11月の暮れに結婚したんで、12月でもう酒造り真っ最中の時に帰ってきたら知らないおっちゃんがたくさんいるし「誰この人ら」っていきなりその人らご飯作れって言われるし「とか聞いてないしみたいな。そうなんです。ほんで雪はね、それこそ私の想像をはるかに超えてこの木の本はもう積もりましたしね。で今でこそねもうこんな風に笑ってますけど、その頃は毎日泣いてましたやっぱり。外見たらズン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 雪積もるしね、70センチぐらいが1日で積もって3日積もったらもう背丈ぐらいみたいな世界やったから。そんな30分の距離でこんな変わるの、長浜も降りましたけどね、やっぱ30センチぐらいですね、よく降って。もうここはそのね私の想像をはるかに超えてましたし、今日ちょっと見ていただいた瓶洗いしてるとこの中庭なんかもう雪ですっぽり埋まって、もう自分の通る道ぐらいしか開かない感じですね。でこの表通りはねもうその頃は融雪があったので、大体で除雪車もバーッとどけてくれるんで、ここは開きましたけど、やっぱ横の道とか融雪のないとことか蔵の中はまあ雪まみれ、雪だらけで、嫁にいた年はよく降ったんです。だからね、なんちゅうとこへ来てしまったんやろってやっぱり思いました。でも周りも知らない人ばっかりやし、それこそお勤めしてるとね、今まで通りのこう人間関係の中で、帰ったらお家の結婚して旦那さんがいてっていう生活なんでしょうけど、うちどっぷり全部やめてこっち来てるので、もう周り誰も知らない人ばっかりやし、お父さんお母さんともねこう隔離されてたみたいな感じでしたね、最初の頃は。で母はもう私は店するからってもうずっともう88まで母ずっと店してましたんでね、私はどっちかというと蔵の中でラベル貼ったりとか、こういうなのね、こうコルクをコンコンコンって打ったりとか、こういうことばっかしてました。だから初めのうちは「あそこ若お子さん何してはんねやろ、全然顔見んけど」ってみんなから言われてたみたい。もうずっとそうやって蔵に引きこもってそんなことばっかずっとしてましたね。裏仕事ばっかり。お酒作りっていうところは、お酒作りはね、やっぱ子供がねやっぱ小さいとなかなかそっちに手取られるので、やっぱ下の子が3歳ぐらいまではもう全然蔵のことはしてませんでしたし、蔵のおやさんとかがねやっぱり目がいいから分析とかしてほしいなっていうのは言ってはったんですけど、でもなかなかねそんなしながらってできなかったんで、全然してなかったんです最初のうちは。でも子供がちょっと手が離れた時にそうやって入ってくれんかなって言ってた杜氏さんが夏にね
農家されてて田んぼに行かれて急に心臓発作で亡くなったんですよ。ほんでね、もう蔵の中に何が置いてるかも分からへんし、次の蔵の人が来はってもね説明もできへんし、これあかんなと思って、でお酒の勉強はねちょっと通信教育でちょっと添削で出してとかいうので勉強してたんですけど、もう一回ちょっと入らせてもらっていいかなっておじいちゃんにお願いしたら、この辺はね結構古い歴史の蔵なんですけど、おじいちゃんが割と「ほな入ったら」みたいな感じで言ってくれて、それからもまず工事室入らせてもらって、麹を直にね自分で作っていくっていう作業をさせてもらって、こう米を触った感触とかね、今日はちょっと硬いなとか、この山田錦はやっぱ金のような触り心地やとか言わはるかほんまやとか思って、そういうのを直で自分で感じるっていうことができたのと、あともう一つすごい良かったなと思うのは、同じ場所で同じように仕事してると土井さんらがいろいろ喋ってくれた、うちの孫はとか、家のことをね、言ってくれはって、で私もこうやとかいろんなこと喋るでしょ。とうちのおじいちゃんのことはやっぱりなんていうかな、社長さんやで、言いにくいこととかあってもちょっとこれが不便やでこれ一つ欲しいんやけどなとかいうのを私に言わはるんですよ。私がおじいちゃんに「こっち言うてはるわ」って、お父さんもおやすさんに「これ言うといてくれ」って言われると言ったりね、なんかパイプ役みたいなのをいい感じでねつなげることができますよね。しばらくねそんな感じでしてました。でお酒作りを覚えるとかそんな大層なことより一緒に仕事して、でこうしていった方がなんか足らんもんあったら言いますとか買いましょうとか、こんな感じでね最初のうちはやってました。何をきっかけにパンって今の超プラス思考明るい優子さんになったんですかね。やっぱりそれ私もちょっとふうと思ったんですけど、やっぱ酒造り入ってからかな。やりだすようになってからかな。それはお酒作るようになってって、お酒って一人で作ってるんじゃないなっていうようなことを思って、そっからってことですか？そうですね。それで店はほとんど母がしてましたし、で母がとか旅行とか行く時だけね1週間とかいうのは私が見てましたけど、ちょうど蔵へ入ってどれぐらいかな、4、5年ぐらい経った時にちょうど大阪の阪急百貨店さんがちょっと来てくれっていうことになって、で催事があって1週間はねそこで売ってくれっていう、でそこで初めて対お客さんっていうのをずっとここはお母さんの城で、私は大阪行った阪急での催事は私の仕事みたいになって、で直にお客さんと触れて、で自分が携わってるそれこそ携わってるお酒を説明して飲んでもらって、美味しいなって言ってもらって、これは美味しい、自分がね何でもそうですけどお酒だけじゃなくて自分が携わったものをね褒めてもらったら嬉しいですよね、誰でも。けなされることもあるけども、でもやっぱその時に何て言うんでしょう、何とも言えない嬉しい気持ち、あんなに結構やっぱり大変な部分もあるんでね、朝も早いし、で作り思いも持たなきゃいけないしね、皆さん携わってる方はそんな言わなくても分かってると思いますけど、ずっとやってると結構いろんな大変な部分ありますけど、それを経て製品になって持ってって飲んでもらって「今年のおいしいわ」とかって言われたらね、もう全部その辺の苦労がファーッとなくなります。優子さん、素敵な街道沿いに、もう日本で5番目に古い山地酒造さんがあって、私ももうこの木之本っていう町が大好きで、もう何回もここに来てるんですけど、あれがあるじゃないですか、例のあれちょっとね、そうですね、久しぶりに見たいな。そうですね、ちゃんと用意してます。来るたびにね説明をしてもらうけど、これね、
これがこの建物の前の建物になります。前の建物。そうですね。この建物自体は店舗だけなんですけどね。店舗は昭和の3年にそれこそ昭和天皇になった時にそれを記念して建て替え、なんか天皇なんとかって書いてましたよ、この写真の裏に。それを記念して建て替えたみたいですね。でここにあるこの門は今も現在もこのまま残ってます。でこれはもう多分江戸時代ぐらいからのもんやろって言われてるんですけど、でここのところがねかやぶきになってますけど、これ座敷なんです。これは今瓦になってます。でもう実際ここに同じようにあります。でこの店舗がね今ここにいてくださるここなんですけど、はい、でここにねちょっとここに桑酒っていう看板が見えるんですけど、これがねここのとこにちょっとね後で見ていただいたからね、ここに飾ってあるそれ同じものなんです。でこの写真ちょっと見にくいんですけどね、ここに少しだけね見える縄のれんがこの縄のれん。この縄のれん。これだから相当古い。そうですよね。わあ、そうなんだ。そうですね。なんかまたさらに。そうそう、これはでもねこれより新しいんですよ。これを建て替えた後やから、これ今の現在のこの建物なんです。そうなの。ちょっとセピア色になってるので、すごいちょっと古く感じますけど。これ柳の木ですよね。そうそう、真ん中のね今ちょうどこの北海道の町の融雪装置が植わってるところらへんに柳の木とかが植わってたみたいなんです。でこれは今の建物と同じなので、これがこっちのうちの方から南の方に向かって撮った写真ですね。で反対に南の方から撮った写真っていうのがこれなんです。これねこっちの方からこうわかりやすい。でここにこう馬車でね、こんなん荷物運んではる写真があるんですけど、なんかもう今みたいに車とかトラックが通るわけじゃなかったので、本当に昭和の初期の頃はこういうのでね行き来されてたみたいで、この柳の木にこの馬とか牛をねつないでね、でここに水がトロトロっと流れてるので、そこで水飲ましてで休憩させて、で自分らはうちで桑酒飲んで、で元気つけてまた旅続けたっていうふうに聞いてます。ね、そんな山地酒造さんで作られたお酒がここにあります。もう何と言っても桑酒。そうですね。ちょっとね日本でも多分うちしか今は作ってないに違うかなっていうふうにね言われてます。昔はねだから養蚕の盛んな地域では桑酒っていうお酒はそれぞれの作り方であったみたいなんですけどね。でも今残ってるのは多分おそらく今現在はねうちだけじゃないかなと思うんですね。山地酒造さんだけが作ってるだろうというふうにねみんな認識してますよね。私も最初はね知らなかったですよね。ここ来るまではね桑酒って何やろうと思って、で大阪なんかお酒売り場行って売る時は特にそうなんですけど、お酒買いに来てはるから「何この甘いお酒」ってやっぱり最初の頃はよく言われました。で今各蔵さんでリキュール結構出してありますでしょ。でこれはお砂糖とかトイレに入ってないリキュールなので本当に自然の甘みでね特に最近この甘みはやっぱ違うなっていうふうに飲んでみて思いますね。飲み方のね、そうですね、好きなようにアレンジっていうところもしやすいし、もうナチュラルリキュールですよね。そうですね。素晴らしい。ね、最近ねちょっとこうねレモンとミント入れて柑橘系のものとねミント入れてもらって。優子さんが作るモヒートがめっちゃ美味しいですもんね。ありがとうございます。もう桑酒モヒート。ちょっとこの写真。これをねちょっと皆さんに提唱そうです。カメラマン山地優子が撮りました桑酒モヒートの写真。これちょっとね奇跡の一枚でもう二度と撮れないんですけど、いやこれ本当美味しいです。そうですね。私もね自分が美味しいなと思うとお客さんに勧めやすくて、本当一回やってみてくださいっていうふうにしてね。いやこれ本当絶対試した方がいいよ。もう本当に美味しいこれは。ですね。だから桑酒の
ねこの甘みとか本来の味好きな方はね、まあこんなんせんと普通にそのまま飲んだ方が好きって言われますけど、もうこのままでもよし、アレンジもよしっていうね。でちょっとこれで甘いなと思われた方は一回これちょっと試してくださいというふうにね、お伝えしてますね。絶対美味しい。そして、メインブランドが北国街道というね、このねこの通りにちなんで、まさにこの北国街道がタイトルになってますけども、この辺はねもう全部滋賀のお米なんですけども、これ純米酒なんかはねこれ玉栄っていう 60% 精米で作ってます。でも 60% 精米すると結構特別純米酒とかね名前つけられるんですけども、あえてもうそういうのやめて取っ払ってもう純米酒、シンプルに純米酒、そうですね、純米酒でこっちの方はね山田錦の 60% 精米なんですけど、これは米原滋賀県でね、作ってもらってる山田錦です。で割とこう辛口なんですけど、お米の味がしっかりと味わっていただけるようなタイプの純米吟醸で、お酒好きな方はね結構、香り系っていうより味がしっかりしてるので、お料理にすごく合います。お料理っつってもなんだろう、うち能登からねおとりさんに今も来てもらってるんですけど、漁師さんです今のおとりさんね。で夏になると自分で取ったサザエをねガーンって送ってくれるんですよ。ああいいな、でそれをねつぼ焼きにして飲むとやっぱこれが美味しい、これが美味しいです。であとね今9月からね出た秋ですね。秋ですね。本当に冷やおろしね。これね今年すごくいい感じに熟成してきて、で口当たりはねすごく柔らかいんですけど、今年の冷やおろしでもキレがあるので、いいですね。結構いいと思います。冷やおろし、冷やおろしこれがね17度2分ほどで結構原酒に近いです。もう17度8分やったかな原酒が。でもちょっとだけ加水してるだけなんです。滋賀県を本当にお米もそうですけど、その湖から取れるものもねそうですし、こう豊かですよね、こう体に入ってくるものが。そうですね、お水もねやっぱり綺麗ですね。雪がね降るからってさっき泣いてましたけど、やっぱそういうおかげでね地下水とかがねでしてねたっぷりといいお水が。いやもう優子さん冷やおろしが出て、秋でまた始まりますよ酒造期。そうですね、あっという間、もう本当に早いですこの1年が。今度このもう酒造期はどうなる予感が。そうですねまあねちょっとね、今結構酒蔵どこも厳しい状態になってます。うちみたいな小さいところでもねこんだけ影響あるからね、もう皆さんもよく頑張っておられるなっていうのはいつも思うんですけど、でもやっぱりはっきり言って今年はちょっと減らします。去年はね頑張ってもういつもと通り作ったんですけど、やっぱね残ってます出ないから、だからまたそれをねまたちょっとこういろいろアレンジして、ちょっと熟成させて、でまた次のね作りにつなげていけたらなとは思ってるんですけども、なかなかね。でも熟成されて表情が変わった北国街道とかね、本当に変わりますよね。いいですよね、それはそれでね。そうですね。いやもうということで今日はコリン星じゃなくて長浜からお嫁に来られたゆうこりん。山地酒造さん創業が1532年ですよね。もう天文元年から酒造りをされているご主人が13代目の倉本さんで、由子さんは奥様で13代目の倉本夫人ということになるんですが、由子さん今日お忙しいのにお付き合いいただいてありがとうございました。またねちょっといろいろ気兼ねなく自由にあちこち行けるようになったら、続きはぜひ女子会で本当にねお願いします。よろしくお願いします。はい、皆さんも
つらっと山地酒造のお酒飲んでください。はい、飲んでください。今日は北国街道さん山地酒造さんでした。またね。